はいどうも始まりましたイエイ本日サウンドハウスさんに来ております、はい、スペシャルゲストギタリスト森本貴弘くんお願いします。前回もねこの部屋で撮らせてもらって、アンプの弾き比べやりましたね、はい、今回は、こちらにあるんですけれどもプレイテックこれ初心者の方でも大変買いやすいお値段で売られてる、それがぶっちゃけどうなのっていうのをチェック&質問させていただきたいなというふうに思っております、じゃあまずそちらにある ST タイプから、はい、黒と白僕ね好きなんですよねまず持った感じなんかどう？自然、自然何にも違和感なくて、ネックのこの握った感じがもうちょっと不安がある感じするかなと思ったんですけど全然ないです。あ、本当ですか、はい、早速音をですねちょっと聞いてからいきましょうか、はい。これは撮影用にちゃんと調整されてきたギターではないんですよね。そうですね。っていうかまずサウンドハウスなんて前見学させてもらって調整する部署とか修理とかも全然できる部隊というかチームがいらっしゃってこれ出荷前って結構どうなんですかその状態としては。そうですね、ギターの検品の専門のスタッフがいるんですけどそのスタッフがちゃんと一本一本検品してお出しさせていただいてます。だからこれなんか撮影用に今めっちゃ超絶チューニングしてあるっていうわけではなく本当に出荷の時と同じ状態。びっくり。あ、ぜひぜひぜひ。違和感ないね。いやそうなんですよない多分これ目隠ししてこうやって渡されたら1万円のギターやとは思わないと思います、このちょっと手触りがちょっとプレイテックこうサラサラしてて、これ僕逆に好きなんですけど、あとこのバリって言って、いやそうなんですよ、バリっていうのは木ってね湿度とか、その季節気温によって収縮した時に金属はね収縮してないのでここがねちょっとバリって言って手にこうぐさぐさ当たったりすることがあるんですけれども、これ昔なんか割とそういうのあった時もあったような気がするけど、最近マジでない。技術スタッフがめちゃめちゃそこ落としてらっしゃる。やってるんですか、日本で。そうです。おお、じゃあちょっとフランチ行きましょうか。はい。わお、どう？いやいい音ですそうね、なんか、プレイテックの割とその特有の少し明るめっていうか、ちょっとライトな感じのサウンドっていうところはあるんですけれども、だからアンプのセッティングもトレブル今ちょっとですね下げ目にしていて、購入されて弾く時ってトレブルがめっちゃ上がってると特にマーシャルとか硬いので、この軽くなりすぎないように音がっていうのを調整しながら、具体的に言うとミドルをしっかり上げるだとかトレブルを上げすぎないみたいなことをするといい音が。あと、僕も実はちょっとボリューム絞ってるんです。絞ってる。今どれくらい？今ね前回からちょっと落ちる8ぐらいですね。9、8ぐらい。アンプでハイを上げると、出てほしいとこと出てほしくないとこが出たりするんです。でボリュームでちょっと絞ると、その出てほしくないところがちょっと引っ込んでくれるんですね。でそれでまた足りなかったらちょっと上げるみたいな調節の仕方をしてて、あとちょっと少し太く感じます。ちょっと絞った方が。なるほどね。これぜひちょっとプレイテックに限らず使える技だけれども、もうちょっと僕辛口にコメントしようとしてたんですけど、全然出てこなくて。マジ？全然辛口に言ってもらってぜひぜひって感じなんだけど、じゃあ僕ちょっと前プレイテック買って、普通の他のこの一般的な例えばフェンダーのストラトとかとちょっと違うなと思うところで言うと、ここのねプラグの角度がちょっと急。確かに本当だ。だから困るってことはないんだけれども、ちょっと斜めだなっていうのはあったかな。で今日この ST タイプ以外にもこちらに TL タイプというのがございまして、これもちょっと見てみましょうか。色が可愛い。可愛い。色のね、そうだ、バリエーションも結構あるんですよね。ウェブサイトでぜひ見ていただければと思うんですけど、めっちゃこう選べる、並んでるので。
他のピックアップも、これ多分買った初心者の方って今みたいなギタープレイできないと思うんですよ。だからだから参考になると思うけど、例えば普通のオープンコードの C とか G とか弾くとどんな感じですか？練習する分には多分何も問題ない気はするよね。さっきの調整の話にも相まって、なんかこれなんかお客さんから買ったのにこうだったんだけどみたいな、そのクレームとかなんか問題とか、なんかその値段が安いってことはなんかちょっと起きちゃうんじゃないかと思ってる方もいらっしゃるような気がするんですけど、なんか起きちゃったことってあるんですか？まあそうですね、はい、例えばペグが硬いとか、ペグが硬い、はい、ネックのそのトラスロッドの調整が硬いとかっていうところはお問い合わせいただくことも最近あったかなって感じなんですけど、それもしそういう問い合わせが来たらどうするんですか？の時も一度サウンドハウスに送り返してもらうお手間がかかっちゃうんですけど、戻してもらえれば出荷の時と同じくギターの技術のスタッフで見させてもらって、またバッチリ調整して戻させてもらいます。調整安心、すごい。そうで、前のサウンドハウスさんに行った動画のコメント欄とかにはあったんですけども、サウンドハウスさんのそのコールセンターっていうか、そのお客様対応がめっちゃすごいっていうコメントすごい入ってて、なんかすごいね、ハートフルなコメント欄だったんですよ。じゃあ安心して買えるぞということですね。そうですね。ハイゲインチャンネルもねちょっとね、やってみたくて、その TL タイプでいきますか？めっちゃ歪んだやつ。良くないですか？いや、よかった。いいですよね。めちゃめちゃいいね。めっちゃいいです。あっちの ST タイプも行っていいですか？プレイテックのちょっと軽やかさゆえのこのズバッズバッっていう感じがぽいですね。そうですね。良さだと思う。鋭いというか。だから本当に初めてねこれからやろうっていう方で、あんまりちょっと1本目さすがに続くかどうか分かんないしとかいう方には選択肢の一つとしては素敵な。これちなみに買うとセット、初心者セットアンプがついてくるとこもあるんですか？もうあります。なんかそのあります？ついてくるアンプとかって。ご用意してあります。さすができる宮崎さん、かわいい。これの音もちょっとどんなもんか。結構大きい音する。サイズの割にしっかり太いというか、なんか僕はそんな印象。ちょっと今マイクこれいいかと思ってたけど、ちょっとガチでマイキングしていいこれ。そしてこれですね、今クリーンだったんですけども、一番左のゲインっていうところを回していくとだんだんドライブだとかディストーションっていう形で歪みが上がってくるんですけども、真ん中ぐらいクランチ。軽やかなクランチですね。そうですね。これおいくらですか？これ今6000円切るぐらいです。やっぱねコスパで考えると、いやすごいですよ。いやすごいですよね。ここまでこんな感じでプレイテックやってきてますけれども、ちょっと僕ね一個聞きたいことがあって、サウンドハウスさんに、プレイテックの中でいっちゃん高級なギターってあるんですか？になるとセミアコのラインとかがちょっとお高めになりますね。それいけます？持ってきていただきました。これプレイテックなんだ。すごい。ちょっと待って、プレイテックって書いてあるんだけど、フォントというか、すごいなんかちょっとおしゃれなプレイテックですね。これいくらぐらいするんですか？今
3万円ぐらい。3万円これマジですか？号泣もうちょっとですよね。いやだってさ、結構これ作るのはあれですよ、大変ですよ。ですよね。僕6万円って言って安いですねって言おうと思ったら半分ぐらい。3万円3万円ぐらいです。これさ、ブラインドでやられたら分かんないと思うよ。いや分かんないです分かんないです。ちょっと若いギター、要はそのヴィンテージとかオールドじゃないのぐらいは分かるかもしれない。これプレイテックですって言われない。いや絶対分かんないよね。どうですか弾いてみて。普通にセミアコを弾いてる気持ちです。なんかないの？なんかもっと攻撃的なコメントないの？なんかね。ないんだ。マジで。ちょっともうちょっと弾いていいですか？いいよ。いやいいんですよ。ちょっとクランチにする？クランチはい。すごいね。これ本当に3万円でどうやって作ってるんですか？いっぱい仕入れてます。なるほど。一冊いっぱいいっぱい仕入れてます。へえ。これもカラーバリエーションとか結構あるんですか？そうですね。現状3色あります。3色。じゃあこれで今日最後締めに森本君に素敵な演奏を弾いていただいて、じゃあお願いしていいですか？さんもちょっとこれ伺ったんですけども、やっぱりこうできるだけこの購入の敷居を下げて価格的にたくさんの方になんか音楽をこう始めてもらいたいな、間口を広げたいって思いでプライテックやられてるそうなので。という感じで今回の動画良かったなっていう方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録もお待ちしております。なんかね他にもいろいろ動画あるのでぜひ見ていっていただければと思います。本日はスペシャルゲスト森本貴弘くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまたの動画でお会いしましょう。